会社名の由来とミッションビジョンバリューを語る。カジュアル面談をめっちゃやるじゃないですか。その時結構聞かれるんですね。もしフライクに興味のある方は、この動画をしっかり見てもらいたいなって。フライクなんですけど、知ってますか？フライクの会社名の由来。フランク、フライ、福岡、ライク。はい。フラットじゃないですか。フラット、はい。まず、フーライクから来てるんですね。で、誰と仕事をするかみたいなところが来てて、やっぱ僕がサラリーマン時代は、お金を払ってくれる人と接しなくちゃいけないみたいなのがすごくあったんですね。MRR とか ARR って言われる、年間の稼ぐ金額とか、チャリンビジネスだったんで、なのでそれを好きじゃないお客さんにもちゃんと話さなくちゃいけないっていうところがあったんで、誰と付き合うかっていうところを一番大切にしてるんですね。で、あと、僕コンサルティング好きじゃないんですよ。一番最初のヒアリングの時に、組織ってどういう風な体制ですかとか、戦略ってどうなんですかとか、あと業務のやり方ってどうなってますか、こういう風にした方がいいですよってなるのって、やっぱどうしてもコンサルティングってなっちゃうから嫌だなと思って。あと逆の目線で言うと、お客さんが偉いっていう経験ありません？はい、あります。ね、前職時代とかお客さんは神様ですみたいなところすごく嫌で、確かにお金を払ってくれるからいい人なんだろうけどさ、まあいい人じゃん。表現。いい人。いい人なんだけど、でもそれが僕たちがさ、ペコペコしたらさ、いいものも作れないしってなったら、お客さんとフラットの関係性であり、なおかつフランクな関係性じゃないといけないなと思ってて、なのでお客さんにダメだよ、こういう風な業務してたらとか、組織図崩壊してんじゃんとか、そもそも戦略がないのに部下にこうしろああしろっていうのって上司の責任だからねっていうのってさ、フラットの関係性がないと言えないなと思って、上からとかじゃなく、あくまでもちろん発注者と注文を受注するかっていうと、発注者の方が偉いかもしんないけど、そこはフラットの関係性でありたいなってので、フラットフランクの関係性っていうのがあって、続いてなんだけど、フライっていうのがあるんですね。一緒に成長していくっていうのがすごく僕好きで、例えばホテルに特化してるとか、製造業に特化してるとか、この業界に特化してるっていうのは今までないじゃないですか。そうですね。なので僕たちが初めて経験できるお客さんの業種っていうのが出てきてて、なので一回一回のコンサルティングのプロジェクトが僕たちにとってすごく勉強させてもらってると思ってるんですね。ただ他の業種のいい事例とかお客さんに還元することができるので、お互いに成長できるようにっていう観点でフライっていうのを入れてるんです。ちょっと真面目な話だったけど、最後が福岡ライクなんですね。生まれも育ちも歌詞なんですけど、福岡でビジネスしたいっていうのがあって、大学生の時には東京に憧れがあったんで就職をしたんだけど、やっぱ地元に帰りたいっていう思いがあって、九州とかっていう観点で言うと、福岡で仕事をしたいっていうのがあって、福岡ライク、フラット、フランク、フライ、福岡ライク。危ねえ。危ない。5個ですね。5個。全部で5個。はい。っていうのがフライクの由来でした。